こんにちは。健康オタクの晴れとけです。今回は非常用トイレの備蓄について私なりのコツなどをご紹介していきます。高いトイレセットを買わなくても実はたった3種類備蓄するだけで非常用のトイレセットが完成します。地震が発生した場合、広範囲で数日間停電や断水が予想されます。自宅避難ができる状況なら最初に困るのがトイレです。南海トラフ地震もいつ来るかわからない状況やし、食料品だけでなく日用品の価格もどんどん上がっているんで、今のうちに揃えた方が絶対にお得です。もうすでにトイレセットは持っているという方も、自分のトイレセットは大丈夫か見直すきっかけになったり、知らない情報があるかもしれません。ぜひ最後までご覧ください。まずはいわゆる非常用トイレセットには何が入っているのか見ていきましょう。私が持っている緊急戦隊トイレマンは100回分で5480円でした。これは2022年の春頃購入しました。2022年は今の価格高騰が始まった初期の頃で、人気商品の在庫切れもすごく多かった時期です。このトイレセットもとにかく買えるうちに買っとこうと思って見つけてすぐに買った記憶があります。トイレセットは便利ですが意外と高いんですよね。なのに4人家族の場合100回分って5日分くらいしか持たないんですよ。もちろんトイレセットを買うのが一番手軽なんですが、私の場合食料品や日用品の備蓄もしているんで、できるだけ安く済ませたいなと考えています。それでは非常用トイレセットの中身を詳しく見ていきます。使用方法が文字だけでなく絵を見るだけでなんとなくわかるようになってます。このセットの購入の決め手はコンパクトなところと10年保存できるからです。この動画を撮っている今気づいたんですが、袋類は10年保存対象外でした。ちょっとショックです。でも10年保存できるかはまだ使っていないんでわからないというのが正直なところです。私は関西在住です。非常用トイレは南海トラフ地震を想定して一般的な3日分ではなく2週間分以上備えておくのが賢明かなと考えています。その理由は南海トラフは被害範囲がかなり広範囲になる可能性があること。交通が遮断されると家屋の倒壊などがない地域でも、もし断水や停電があった場合復旧までの時間が長引く可能性があります。余震のことも考えるともうキリがないですよね。それでは緊急戦隊トイレマンの中身をさらに詳しく見ていきます。中身1つ目は消臭袋です。このセットには45リットルサイズの消臭袋が10枚入ってます。地震で交通が遮断されるとゴミ収集車が来られない可能性がありますよね。その場合、しばらくの間、汚物を庭やベランダで保管する必要があります。この45リットルの大きな消臭袋は数回分の汚物をまとめて入れて使える便利なサイズ。匂いといえばうんちのイメージが強いですが、実は時間が経ったおしっこもかなり匂うもの。この消臭袋は非常用トイレセットの最後に使うもの。最後に汚物をしっかり密閉するためのアイテムです。普通の安いポリ袋ではなく、消臭効果のある専用の袋を備蓄しておくことをお勧めします。中身2つ目は排泄物を直接処理する袋、蓄弁袋です。袋の色は黒色で中身が見えない仕様になっているんで安心して使えます。汚物が見えるのはやっぱり抵抗がありますよね。色付きの袋はとても助かります。この袋はトイレの上にかぶせてそのまま排泄できる便利なもの。非常用トイレセットの中で一番最初に使うアイテムです。こちらは10枚入りの袋が10セット、つまり合計で100枚入っています。中身最後は凝固剤です。この凝固剤は排泄後の尿をゲル状に固める役割を果たします。個包装になっているためとても使いやすく、長期間の保管にも適しています。これがあれば排泄物の処理がもっとスムーズになります。これが緊急戦隊トイレマン非常用トイレセットの中身です。100回分もあるんで一見たくさん入っているように見えますが、実は中身はとてもシンプルなんです。ホームセンターやネットで個別に簡単に買えるものばっかり。私は緊急戦隊トイレマン以外にも凝固剤や防臭袋、ペットシーツなどを個別に購入して備蓄しています。その方がコスパも良くて自分に合った量や種類を選べるんですよね。この後は私が実際に備蓄しているアイテムを詳しくシェアしていきます。皆さんが最近購入した備蓄品は何ですか？お得な情報などもコメント欄でぜひシェアしてください。
トイレセットを参考に私が個別に購入している商品をご紹介します。一つ目は凝固剤です。去年の夏頃に楽天で購入しました。これは10年保存可能な凝固剤で100回分が個包装されています。購入時は1袋3480円でしたが、さっき購入履歴から検索したら今は2999円に値下がりしていました。タイミングによって価格が変わります。概要欄にいくつかリンクがありますので、気になる方はチェックしてみてください。この凝固剤は1回分ずつ個包装になっているんで、使いやすくて便利です。1袋で約 600cc の水分をゼリー状に固めることができるんで、しっかり吸収してくれて安心感があります。使い方はこの絵の通り、とてもシンプルで、袋をつけて排泄した後にこの凝固剤1個を振りかけて使います。凝固剤のいいところはコンパクトに備蓄できる点です。ちなみにペットシーツも凝固剤の代わりに使えますが、備蓄するときも使用後に処分するときもかさばるのがデメリットです。ただペットシーツはホームセンターとかで手軽に安く買えるのがいいですよね。ペットを飼っている方や介護をしている方はペットシーツを防災用として多めにストックしているそうです。私も少し備蓄しています。これは凝固剤のみが入っているタイプなんで、自分や家族に必要な分だけ買い足すことができます。私はできるだけ長期で備蓄したいので、個包装なのもありがたいです。こっちは個包装ではないタイプの凝固剤です。付属のスプーン1杯が1回分で、これ1袋で20回分になります。いくらだったか忘れてしまいましたが、購入は多分2023年頃でホームセンターで買いました。当時は凝固剤が品薄でなかなか見つからず、偶然これを見つけてすぐに衝動買いしたのを覚えています。使い方は先ほどの個包装の凝固剤と同じですが、1回ごとにスプーンで計量する必要があります。先ほどの個包装タイプは100回分でしたが、こちらは20回分なんで、1人で使うとしても約5日分しかありません。先ほどの個包装の分は長期保存ができるので、もし実際に非常用トイレを使うことになったら、こちらの凝固剤を先に使うつもりです。現在の備蓄状況はこんな感じです。個包装の凝固剤100回分が2袋、スプーンで計量するタイプの凝固剤20回分が1袋、ダイソーやセリア、ホームセンターで売っている3回分や5回分の簡易トイレセットは2、3個。最初にご紹介したトイレセット100回分は実は2箱持っています。1箱はトイレに保管していて、もう1箱は備蓄収納の奥の方のどこかにあるはずです。ここで非常用トイレに関連する備蓄ボックスを開けてみます。このボックスは裏庭に置きっぱなしでまだ整理はできていません。さっきご紹介した凝固剤や袋類がいろいろ入っています。袋類は透明や白ではなく黒色を意識して備蓄しています。中身が見えない方が使いやすいので、ホームセンターに行くたびに少しずつ買い集めました。それでは中身を見ていきます。厚手の45リットルのゴミ袋がいくつか入っています。結構重たいです。この黒い袋、何やったかなと思ったら、後ほどご紹介しますが、ポータブルトイレでした。この缶の中に入っているのは、口コミがすごくいい、匂いが漏れにくい袋です。本来はパンを入れるものなんで透明ですが、赤ちゃんやペットのおむつの匂い対策でも大人気の袋です。生ゴミを入れても匂わないという口コミも多いので、消臭袋の代用品にするつもりです。コスパの良さにも惹かれました。100枚入りが3袋で1000円、楽天で購入しました。これはホームセンターで購入した10回分の簡易トイレセットです。ダイソーなど100均でも黒いゴミ袋をコツコツ買っています。これは予定数が一応集まったので紐で縛ってある消臭マルチ袋です。30リットルの袋が合計420枚あります。これを1人1日で5枚使うと仮定したら、4人家族なら21日分、5人家族なら16日分あります。これもホームセンターで購入しました。それでは非常用トイレセットの中身とそれを参考にして私が購入したものを比較していきます。こちらが最初にご紹介したトイレセットに入っていた袋類です。黒い蓄弁袋と緑の消臭袋。実は袋はこの2つだけです。黒い袋は便座にセットする袋で1回の排泄につき1人1枚使用します。つまりトイレの回数×家族の人数分の備蓄が必要です。トイレに行く回数は1人1日5回程度と言われています。私自身はもう少し多いです。一度家族の人数分で必要な備蓄量を考えてみてください。例えば一人暮らしで7日分備蓄するな
なら35袋必要です。4人家族で7日分なら140袋になります。緑の袋は45リットルの大きな袋で、匂いを防ぐ消臭の役割があります。さっきの黒い袋をこれに入れていって、満杯になったら紐を結んでゴミ収集車が来るまで保管します。トイレセットの中身はこちら。つまり、この3つがあれば非常用トイレとして十分機能します。家族の人数分、自分で揃えればコスパもいいし無駄がありません。非常用トイレについてよくわからない方は、防臭袋で有名なボスの公式サイトをおすすめします。概要欄にリンクを貼っておきますね。緑の袋の代わりに黒色の厚手ゴミ袋45リットル30枚入りを購入しました。中身が見えない黒色で破れにくいように厚手のものにしました。ただ、緑の袋と違って消臭効果はありません。大きい袋か小さい袋、どちらかに消臭効果があればいいかなと思って、パン用の袋など小さな消臭袋は持っていたんで、これは消臭機能がないものにしました。消臭袋を持っていない方は、大きい袋を消臭機能のあるものにした方がコスパがいいと思います。次はこの黒の蓄弁袋の代わり、ダイソーの30リットルのゴミ袋です。開けてみると薄いペラッペラの袋でした。思ったより小さかったです。なぜこれを買ったかというと、ある動画を参考にしたからです。私は当初、一般的なトイレセットを備蓄しようと思っていて、価格は高めだけど仕方ないなっていう感じで、それ以外の方法を考えもしませんでした。そんな時に見つけたのが、台もできる激安非常用トイレの作り方という動画です。見てすぐに黒い袋を買えばいいだけやんとか、ダイソーの袋でいいん？袋を丸の形に自分でセットすればいいんやと気づき、トイレ備蓄に対する考え方がガラッと変わりました。便器に袋を固定しなくても、黒い袋をお丸の形にすれば、またいで用を足せる。災害時は様々な状況が考えられるんで、その場に応じて工夫できるという点も魅力的でした。次は消臭マルチ袋30枚入りです。コーナンで購入しました。価格は300円ちょっとしたかなと思います。ただ、これはかなり小さめです。お丸の形にして、またいでおしっこをするなら問題なく使えそうです。それに消臭機能があるんで、例えば生ゴミや赤ちゃんや介護用のおむつ入れ、ペット用にも活用でき、使い道は多いです。とりあえずは、またいで用を足す袋として備蓄しています。消臭機能がある黒い袋は持っていて損はないと思います。ここで袋の大きさを比較してみます。左側がトイレセットに入っていた袋で便器にかぶせて使用し、用を足すたびに捨てるタイプです。右側がホームセンターやダイソーで購入した一般的なゴミ袋です。ただ、この2つは袋の開く向きが違います。トイレセットの袋は寸法の長い側面が開くようになっているんで、便器にかぶせやすくなっています。一方、ホームセンターや100均で買ったゴミ袋は一般的な仕様なんで、上側の寸法の短い方が開くようになっています。そのため、袋のサイズ自体はそれほど変わらなくても、自宅のトイレにかぶせるには少し小さく感じます。実際に袋を開いてみると、トイレセットの袋はしっかり大きく広がりますが、市販の袋は開く範囲が狭く、便器にはフィットしにくい印象です。ここで裏庭の備蓄ボックス紹介の時にちらっとご紹介した携帯用トイレにこの黒い袋をかぶせてみます。まずは携帯用トイレを組み立てます。サイズはやや小さめですが、組み立て自体はとても簡単です。座る部分の幅は指の第一関節ぐらいしかありません。では便器に一般的なゴミ袋をかぶせてみます。完全にかぶせるには少し小さく、自宅のトイレで使うにはサイズが足りないやろうなと感じました。ただ、簡易トイレの場合は袋を完全にかけなくても、こうして蓋をしてしまえば問題なく使用できます。次にトイレセットに入っていた大きく開く袋を使ってみます。こちらは余裕でフィットします。もちろん自宅のトイレでも問題なく使えます。続いてもう一つの方法を試してみます。YouTube の動画を参考に便器に袋をかけて使うのではなく、袋をお丸の形に整えてまたいで用を足す方法です。早速お丸を作ってみます。少し折り返して形を作るとしっかり自立しました。高さもあり、十分お丸として使えそうです。和式トイレのようにまたがれば問題なく用を足せると思いました。
一方、トイレセットの大きな袋を同じ方法で使おうとすると、袋が大きすぎてまとまりがなく少し不安定になりました。なので、トイレセットの大きな袋は自宅のトイレ用に、小さめの袋は簡易トイレ用やおまるの形で使うのが良さそうです。健康な大人であれば、小さめの袋でも十分使えるでしょうし、足腰の弱いお年寄りには大きめの袋を使うなど、家族の状況に合わせて使い分けることもできそうです。ただ、今回の簡易トイレなら安い30リットルの普通のゴミ袋で十分使えました。他にも使えそうな袋を見つけるたびに少しずつ購入してきました。ここで簡単にご紹介します。まずこちらは普通のサニタリー用のゴミ袋です。色が黒かったのでトイレ用に使えるかなと思って買ってみました。次に先ほどご紹介した防臭効果のある透明な袋です。本来はパンを保存するための袋ですが、口コミでは赤ちゃんの使用済みおむつを入れるのに便利という声が多くありました。楽天セールのランキング上位によく入っていたんで気になっていて、コスパもいいし試しに買ってみました。サイズが小さめなんで、おむつだけでなく生ゴミや汚れたものを入れるのに使えるかなと考えています。次にこちらは中厚でゴミ袋です。さっき緑の消臭袋45リットルの代わりとして特厚でゴミ袋45リットルをご紹介しましたが、これはさらに大きめの50リットルサイズです。これはコーナーのプライベートブランドのものです。袋類の紹介はこれくらいですね。またご紹介した3種類の消臭袋と別にペットシーツも少し備蓄してます。この10回分のトイレセットは車に置いておいてもいいと思います。100回分のトイレセットを全部10年保存できると思って買ったんですけど、実は袋類は10年保存の対象外だと知りました。まあそらそうだわなと思いつつ、これらの袋をどう保管するか考えた結果、以前玄米を備蓄するのに使っていたラミジップというアルミ袋に入れて保管することにしました。ラミジップは高価なんで少しもったいない気もしますが、使い古した袋やし遮光性があって湿気にも強いんで、袋を長持ちさせるのにちょうどいいかなと思っています。できればこの袋も10年保存できたらいいなと思いながら試してみようと思います。最後に2025年に買い足したトイレ関連のアイテムをさらっとご紹介します。最近南海トラフ地震の被害想定が拡大されました。広範囲に影響が出る可能性があるため、食料だけでなく簡易トイレも2週間分くらいは備えておきたいですね。セット品だけでなく袋や凝固剤を個別に買うと節約もできます。私は匂わないで有名なボスの消臭袋 LL サイズを新たに買い足しました。少し高いけど今から防災用のトイレグッズを買うならやっぱりボスをおすすめします。商品のリンクはできる限り概要欄に記載しています。皆さんの備蓄品やお得情報もコメントでぜひシェアしてください。最後までご視聴いただいて本当にありがとうございます。よければグッドボタン、チャンネル登録いただけたら嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。